読書は推し活。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。小説家コール第3回では、破滅型の天才作家、太宰治を紹介していきます。この企画は、昔の文豪から現代の作家まで、様々な小説家の人生や作品を紹介していこうというものです。前回は、短編小説の名手、芥川龍之介を紹介しました。若くして夏目漱石に認められ、羅生門、花、藪の中などの名作を生み出しながらも、35歳という若さで自死を選んだ作家でした。今回紹介する太宰治は、実はその芥川龍之介の大ファンだったんです。高校時代には、芥川のポーズを真似した写真を撮ったり、ノートに芥川龍之介、芥川龍之介、芥川龍之介と何度も名前を書いたりしていたという逸話も残っています。今回も太宰治の人生を追った後、代表作3作品について話し、最後にはおすすめ作品診断チャートを紹介します。チャプターも用意しているので、適宜ご活用ください。小説家たちの人生と作品を知って読書の航海に出ましょう。太宰治の人生。1点、太宰治の人生を紹介する前に注意事項をお伝えします。太宰治の生涯について語る際、どうしても自殺というテーマが避けられません。しかも、一度だけでなく、複数回登場してしまいます。こうした内容を聞くのが辛いという方もいらっしゃると思うので、その場合は、太宰治の人生のパートは飛ばして、太宰治の代表作やおすすめ作品診断チャートのパートだけをご覧いただければと思います。チャプター機能もご活用ください。大丈夫な方は、このまま一緒に太宰治の波乱に満ちた人生をたどっていきましょう。芥川に憧れて、太宰治といえば、走れメロス、人間失格、斜陽などの傑作で知られる昭和の文豪ですが、その人生は自殺未遂と薬物中毒を繰り返す、まさに波乱万丈なものでした。でも最初から破滅的だったわけじゃないんです。太宰は青森の大地主の家に生まれ、小学校では成績優秀で知られた子供でした。しかし、18歳の時のある出来事が太宰の人生を大きく変えることになります。憧れの作家、芥川龍之介が自ら命を絶ったのです。冒頭でお話しした通り、太宰は芥川に心酔しており、芥川が亡くなる2ヶ月前にも彼の講演を聞きに行っていました。憧れの人が亡くなった。そのことが太宰の心に暗い影を落としました。後の太宰自身の自殺願望にも影響したのではないかという説もあります。動画を見てくださった 87% 以上の方が未登録です。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。生い立ち、太宰治は1909年、明治42年6月19日に青森県北津軽郡金木村で生まれました。本名は厚島修二、太宰治というのはペンネームです。父は県議会議員、衆議院議員、貴族院議員を務めた地元の名士で、金木の殿様と呼ばれるほどの大地主でした。現在、聖川太宰治記念館、斜陽館として公開されています。11人兄弟の10番目として生まれた太宰でしたが、母が病弱だったため、叔母や女中に育てられました。この精神的な母親像の欠如は、太宰の人間形成に大きな影響を及ぼしたと言われています。東京帝大時代と最初の心中未遂。1927年、18歳で太宰は旧制弘前高等学校に入学します。しかし、その年に憧れの芥川龍之介が自殺、太宰は大きな衝撃を受けます。芥川の死は太宰に文学の道に進むことを決意させました。それ以降、太宰は小説家になるため創作活動に勤しみ、太宰治とは別の名義で同人誌を創刊しています。また同じ頃、最初の妻となる青森の芸者、小山初代と知り合い、恋仲になります。1930年、21歳で東京帝国大学に入学。上京後、太宰は尊敬していた井戸瀬益に弟子入りします。その後、順調に文学の道を進んでいたかといえばそうではなく、高校時代から傾倒していた左翼活動を東京に出てからも続け、警察から逃げるように引っ越しを繰り返したり、2度も留置所に入れられたりしています。大学も入ったはいいものの、ほとんど授業に出ていなかったのだとか。そんな中、高校時代から恋仲だった初代を東京に呼び寄せた太宰でしたが、地主階級の実家が芸者との結婚を猛反対。それでも反対を押し切って初代との結婚を決意した太宰でしたが、分家除籍、つまり実家の戸籍から抜かれてしまい、さらに青森に一度戻った初代から手紙も来ない。孤独と絶望の中、なんと太宰は他の女性と心中未遂を図るのです。相手は銀座のバーの女給、田辺しめ子でした。この時、田辺しめ子は亡くなりましたが、太宰は生き残ります。自殺幇助罪に問われますが、兄らの働きかけで起訴猶予処分となります。これが太宰の最初の心中未遂です。不思議ですよね。実家から猛反対を受けてでも結婚したかった女性がいたのに、他の人と心中だなんて。実は、太宰の自殺未遂はこれが初めてではありませんでした。前の年にも太宰は自死を試みており、彼にとって死はひどく身近なものだったのかもしれません。芥川奨楽船と薬物中毒。兄の働きかけにより、23歳の時には左翼活動から完全離脱した太宰。
実家から仕送りをもらいながら捜索を続け、1933年、太宰治の名で列車を発表、本格的な作家活動が始まります。1935年、第1回芥川賞の候補に、脚光が選ばれますが落選。この時受賞したのは、石川達三の造房でした。芥川賞選考委員だった川端康成からは作者、岡家の生活に嫌なくもあり、都市生活を評されてしまいます。実は芥川賞が開催される少し前から、太宰は薬物中毒になっていたんですね。もともとは腹膜炎治療のための入院中に痛み止めとして処方されていた薬でしたが、太宰はこの薬の依存症になってしまいます。そのことを知っていた川端康成からの口伝でした。しかし太宰はこれに激怒、川端康成へと題する文章の中で、そうも思った、大悪党だと思った、と強烈な言葉を残しています。もともと芥川龍之介に憧れていた太宰でしたから、どうしても憧れの人の名を冠する賞が欲しかったに違いありません。翌1936年、第2回芥川賞を前に、太宰は支持する佐藤春夫に、佐藤さん一人が頼みでございます、と受賞を請う手紙まで出しています。しかし佐藤もまた、太宰の薬物中毒を知っており、入院治療を減命。結局第2回芥川賞は226事件のため審査は中止、受賞該当者なしという結果になりましたが、そもそも太宰は候補にもなっていませんでした。第3回に向けても創作を続けていた太宰でしたが、当時は過去に候補作となった小説家は選考対象から外すという規定があったため、とうとう太宰は芥川龍之介賞を受賞することはできなかったのです。その後も薬物中毒が深刻化、知人に借金してまで薬を手に入れていた太宰に、さらに追い打ちをかけたのが、妻、初代の不貞でした。太宰が薬物中毒の治療で入院中、初代が身内、太宰の姉の旦那の弟と不倫していたことを知ります。退院後、太宰は初代と水上温泉で自殺未遂を図り、その後離別しました。2度目の結婚と安定期、初代と別れた後の太宰の生活は荒れ切っていました。しかし、地元で政治家をしていた兄の失脚や、実子の病死、その息子の自殺などを機に、太宰は今の乱れた私生活から脱却したいと考えるようになります。そんな中、1938年、29歳の太宰は師匠、井伏正次の紹介で、石原道子という女性と見合いをします。この時、太宰は井伏に結婚誓約書という文書を提出しました。その中でこれまでの乱れた生活を反省し、家庭を守る決意を示し、再び破婚を繰り返した時には私を完全の狂人として捨ててくださいと書いています。翌1939年1月8日、井伏の自宅で結婚式を挙げます。同年9月、現在の三鷹市に転居。これが太宰の杖の住処となりました。結婚後の太宰は精神的に安定し、女性と富岳百景、駆け込み訴え、走れメロスなどの優れた短編を次々と発表します。女性と若葉端康成が女性とのような作品に出会えることは、批評家の偶然の幸運と激賞し、原稿の依頼が急増しました。かつて太宰を私生活で批判した川端が、今度は太宰の作品を絶賛したわけです。この時期の太宰の作品は明るく爽快な作風のものが多く、中期と呼ばれています。太宰は安定した家庭生活の中で作家として充実した日々を送っていました。戦後と社よ、1941年、太宰は作家の太田静子と出会います。彼女は太宰の愛人の一人となりました。誓約書まで書いて結婚したのに、また浮気かよと思ってしまいますが、幼少期に実母の愛に飢えていたことが原因なのでしょうか。太宰はとうとう最後まで女性一人だけに愛を向けることはできなかったのです。胸部疾患の既往があるとの理由で徴用が免除された太宰は、太平洋戦争中も執筆活動を続けます。戦後の混乱期、太宰の作風は再び暗く反道徳的なものへと変化していきます。この時期を後期と呼びます。1947年、太宰は愛人、太田静子の日記をもとに、社用を執筆。没落貴族の悲しみを描いたこの作品はベストセラーとなり、太宰は立役流行作家となりました。同じ時期、太田静子は太宰の子を身ごもっており、1947年11月に女の子を出産します。後に作家となる太田春子です。高等期、愛人の出産にショックを受けたのは妻だけではありません。この頃の太宰にはもう一人、彼を献身的に支える女性がいました。医療士の山崎富恵です。富恵は結核を患っていた太宰を海外宿看病し、戦後には貴重だった酒やタバコを入手し、仕事面でも秘書役として太宰を支えていました。そして1948年の6月、嘔吐や人間失格を書き上げた後の6月13日未明、太宰は富江と共に玉川上水に身を投げました。遺体が発見されたのは6月19日、くしくもこの日は太宰の39歳の誕生日でした。太宰の葬儀は6月22日に営まれ、翌1949年6月19日、友人の今回一が、嘔吐記と命名した太宰を偲ぶ集会が始まりました。この名前は、太宰の作品、嘔吐から取られたものです。以来、6月19日は、
放蕩記として太宰ファンが前臨時の墓前に集まる日となっています。後世への影響。太宰の作品は戦後の閉塞的な社会の中で多くの共感を呼び、無頼派という文学ジャンルを形成しました。坂口安吾、小田作之助らと共に無頼派サンバガラスと呼ばれています。教科書に載っている走れメロスや新潮文庫累計発行部数で夏目漱石の心に次いで2位の人間失格など、令和の時代になっても太宰治の作品は多くの人に読み継がれています。太宰治の代表作。太宰治の人生を知ったところで代表作を3作品紹介します。代表作1作目は走れメロスです。走れメロスは1940年に発表された短編小説で太宰の中でも最も有名な作品の一つです。多くの人が国語の教科書で読んだことがあるんじゃないでしょうか。太宰の文学作品は前期、中期、後期の3期に分けられますが、生活が比較的安定していた中期に書かれた作品です。物語の舞台は古代ギリシャのシラクサ。暴君ディオニスは人を信じることができず、家族や臣下を次々に殺していました。主人公のメロスは、王の暴政を批判したために死刑を宣告されます。しかしメロスには妹の結婚式を見届けたいという願いがありました。メロスは3日間の猶予を願い出ますが、王はお前が戻るはずがないと信じません。そこでメロスは親友のセリヌンティウスを人質として差し出し、3日後に必ず戻ることを約束します。妹の結婚式を無事に終えたメロスは約束通り王の元へ戻ろうとしますが、途中で川が氾濫していたり、山賊に襲われたり、様々な困難に見舞われます。疲労困憊しながらもメロスは、私は信じられている。私は信頼に報いなければならぬと自分を奮い立たせ走り続けます。約束の国殿ギリギリに王の元へたどり着いたメロス。友を救い、そして二人の友情を目の当たりにした王ディオニスは心を打たれ、改心するという物語です。この作品のテーマは友情と信頼。実はこの話には元ネタがあって、ドイツの詩人シラーの人質という詩が原点です。また、太宰の友人ダンカツオとのエピソードがモデルになっているという説もあります。これは形見事件と呼ばれる出来事です。太宰の妻から金を渡されたダンが熱海にいた太宰を連れ戻しに行ったところ、太宰はその金で遊び尽くしてしまいます。居酒屋の月や宿泊料も払えなくなり、太宰は東京に戻ってお金を借りてくると言って一人で熱海を出ました。ダンは人質として宿に残り、太宰の帰りを待ちますが、太宰はなかなか戻ってきません。痺れを切らしたダンが東京に戻ると、太宰は井伏正筋の家で将棋を指していました。激怒するダンに対して太宰は、待つ身が辛いかね、待たせる身が辛いかね、とつぶやいたそうです。友人を人質にして出かけていくという設定は共通していますが、実際のエピソードは美談とは程遠いものだったんですね。しかし太宰はこの身勝手な経験を友情と信頼という普遍的なテーマを持つ名作へと昇華させました。文体も素晴らしくて、メロスが疲れながらも走り続ける場面では、リズミカルな文章がメロスが体に鞭打って前へ前へと疾走する姿を見事に表現しています。代表作2作目は斜陽です。斜陽は1947年に発表された長編小説です。この作品の成功により太宰は流行作家となりました。物語は没落貴族の一家を描いています。語り手は和子という女性。主な登場人物は和子の母、弟の直次、そして小説家の上原です。舞台は戦後、家族制度が廃止され、貴族階級が没落していく時代です。和子の母は滅びゆく高貴な美しさを体現するような人物として描かれています。弟の直次は戦争から帰還後、人間と争わなければ生きていけない戦後社会に絶望し、自殺してしまいます。一方、和子は既成の道徳を超えて強く生きていこうと決意し、小説家の上原の子を身ごもります。この作品は、太宰の愛人、太田静子の日記を元に書かれており、上原というキャラクターには太宰自身が投影されています。斜陽という言葉は、この作品によって没落していく様子を表す言葉として広く使われるようになりました。太宰は登場する4人の人物のうち、母に同型を、弟と姉に自分の魂を、上原に自分の姿を映し、一つの物語を構成しました。読んでいると、太宰自身の葛藤や自殺への願望が垣間見える作品です。実際、この作品発表から約半年後、太宰は自ら命を絶ってしまいます。代表作3作目は人間失格です。人間失格は1948年に発表された太宰の最後の完成作であり、太宰文学の総決算ともいえる自伝的長編小説です。物語は主人公大場洋蔵の手記という形で語られます。洋蔵は幼い頃から人間が怖くて周囲に迎合するために道化、ほどけた人間を演じ続けてきました。しかし中学時代の友人にわざと失敗しているのだと見破られ、自分の道化が通用しないことを知ります。その後、洋蔵は酒、女、薬物に溺れながら転落の人生を歩んでいきます。
何度も自殺未遂を繰り返したり、精神病院に入院させられたりと、まさに人間失格の烙印を押された人生です。この作品は太宰自身の体験が色濃く反映されており、自伝的小説と言われることが多いです。実際、雄三の経験の多くは太宰の実体験と重なっています。女性との心中未遂、薬物中毒、精神病院への入院など、すべて太宰が経験したことです。作品の最後、雄三を知る女性が、私たちの知っているようちゃんは、とても素直で、よく気が利いて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも神様みたいないい子でした、と語る場面があります。これは太宰自身の、たとえ人間失格であっても、いい子だと言ってほしい、許してほしい、という気持ちを表しているのかもしれません。太宰は、この作品の連載開始とほぼ同時期に自炊自殺しています。まるで自分の人生の総決算を書き終えて幕を下ろしたかのようです。長い間、この作品は太宰の遺書なのではないか、勢いに任せて書かれたものではないかと考えられてきました。しかし、50回忌を目前に控えた1998年5月23日、遺族らが E5 版200字詰めで157枚に及ぶ草稿を公開しました。この草稿では何度も遂行されており、フィクションとして想像した苦労の跡が伺えます。また、太宰が亡くなる8年前に雑誌に掲載された続天誌には、これから5、6年経ってもう少し落ち着けるようになったら、丹念にゆっくり書いてみるつもりである、人間失格という題にするつもりである、とあり、少なくとも1940年代初めには執筆の計画があったことがわかるのです。また、人間失格の主人公の名前である大場洋蔵は、1935年に雑誌に掲載された道化の花に登場しています。このことから人間失格は決して衝動で書かれたものではなく、太宰が長年温めてきた作品であることがわかります。私はこの作品をただ暗い話だとは思いませんでした。むしろ他人の目を気にして道化を演じてしまう洋蔵の姿には共感できる部分もあります。きっと多くの人が洋蔵の中に自分と重なる部分を見つけるんでしょう。人間の根幹をあらわにしているからこそ、この作品は長年愛され続けているのだと思います。おすすめ作品診断チャート。これら3作品が太宰治の代表作として知られていますが、初めて読む方は自分の好みに合わせて選ぶのもおすすめです。というわけで、診断チャートで自分にぴったりの作品を見つけてみましょう。太宰治の診断チャートはこちら。こんな流れで診断していきます。自分の診断結果だけ知りたい方は、チャプター機能を使って該当箇所へジャンプできるので、ぜひ活用してください。それでは最初の質問です。質問1。短い作品から読みたい？はいの方は質問2へ進んでください。いいえの方は質問3へ進んでください。質問2。心が揺さぶられる話がいい？はいの方におすすめの作品は、放蕩または女性と。放蕩は太宰の命日の呼び名にもなった短編です。家族の幸福を願いながら自らの手でそれを崩壊させてしまう苦悩が描かれています。身勝手な男と一周するにはあまりにも複雑な太宰の心境が凝縮された切ない作品です。女性とは女子高生の一日を一人称で描いた短編です。春少女の日記を元に書いたとも言われており、思春期の少女の揺れ動く心理が繊細に表現されています。川端康成が激賞した太宰の代表的短編の一つです。いいえの方におすすめの作品は、正義と美少または道化の花。正義と美少は太宰が戦時中に書いた青春小説です。主人公の高校生が友人との交流や恋愛を通じて成長していく物語で、太宰作品の中では珍しく爽やかで前向きな読後感が得られます。道化の花は太宰の初期作品です。佐藤春夫に旧大帝をつけもし候とハガキをもらった記念すべき作品で、太宰文学の原点が垣間見える短編です。質問3。重い暗いテーマでも平気？はいの方は質問4へ進んでください。いいえの方は質問5へ進んでください。質問4。希望のある結末がいい？はいの方におすすめの作品は、社用またはリオンの妻。社用は代表作2で紹介したため、あらすじは割愛します。リオンの妻は1947年に発表された短編です。詩人の夫を持つ妻の視点で語られる物語で、夫の借金や気候に振り回されながらもたくましく生きていく妻の姿が描かれています。太宰作品の中では珍しく前向きで希望を感じさせる結末が印象的です。いいえの方におすすめの作品は、人間失格。こちらは代表作3で紹介したため、あらすじは割愛します。質問5。笑える要素は欲しい？はいの方は質問6へ進んでください。いいえの方は質問7へ進んでください。質問6。ブラックユーモアもいける？はいの方におすすめの作品は、グッドバイ。グッドバイは太宰の絶筆となった未完の長編です。10人の愛人と別れるために美女を連れて愛人たちの前に現れるという奇策で奔走する主人公の姿を
ユーモラスに描いています。太宰が亡くなったためみかんですが、軽妙な文体と皮肉の効いた展開が楽しめる作品です。いいえの方におすすめの作品は、おとぎ草子、日本の昔話を太宰流に書き直した短編集です。小太り、浦島さん、カチカチ山、下切りスズメの4編が収録されており、昔話の登場人物たちの心理を太宰独特の視点で書き直しています。ユーモアもありながら、優しい読後感が得られる作品です。質問7、物語より太宰本人に興味ある？はいの方におすすめの作品は、津軽は太宰が故郷青森を旅した紀行文です。幼少期の思い出、家族のこと、そして子守りをしてくれた武田の感動的な再会が描かれています。太宰の温かい人間性が感じられる心に残る一冊です。いいえの方におすすめの作品は、走れメロス。こちらは代表作1で紹介したため、あらすじは割愛します。以上、太宰治の作品診断でした。最初に読む一冊は決まりましたか？概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があれば読んでみてくださいね。次回の小説家功労へは日本初のノーベル文学賞作家川端康成を紹介します。お楽しみに。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。